どうもこんにちは、まみよしです。iPhone 13 mini、iPhone 13、13 Pro とね、iPhone 3種類買って、でこちらの iPad 旧世代で、こっちのね、iPad mini 6購入したんですけども、今回は iPhone 13 Pro だけで、こちらのね、iPad mini 6のレビュー動画っていうのを作っていきたいと思います。いつもはこのソニーの FX3 っていうカメラを使って撮ってました。どんな画質でね、動画の方できるのか楽しみです。ということで早速こちらの iPad mini 6開封していきましょう。今回開封するのがこちら iPad mini になってます。今ね、1080p60 個まで撮ってます。ちなみにね、この Apple Watch を使ってモニタリングの方をしてます。こんな感じで置きながら撮るのいいな。じゃあ開封していきます。この iPhone 13 Pro の画質ね、ちょっとレビュー出したんですけども、めちゃめちゃ良くて、もう本当に下手なね、コンデジとかより全然画質いいですね。あとは音質がどんな感じかっていう感じ。じゃあ iPad mini 6開封していきます。パンおー、ちっちゃいめっちゃちっちゃい。じゃあ行きます。おい。軽い。軽いちっちゃい。めっちゃ最高なんだけど。じゃあこれはまず置いといて、付属品は iPad mini の簡易説明書に紙にリンゴシールが2つと。でね、これ iPhone 13 Pro で撮ってて気づいたんですけども、12シリーズだとね、こうやって撮るとフリッカー出てたんですけども、今回フリッカー出てないと思います。その辺もなんか対策されてんのかな。そしたらこちらが 20W の AC アダプター。こんな感じでね、接写することもできます。13 Pro。ただ 1.2 倍とかにズームしてると、できるな。なんか反応したりしなかったりするな。AC アダプターに Type-C to Type-C のケーブルですね。そう、今回ね、iPad mini 6に関しては Type-C になってます。じゃあペリペリ開けていきましょう。いきます。よいしょ。はい。きたー。こちらが iPad mini 6。片手でこうやって持てる。サイズ感最高で、ネット上の画像とかだとこのベゼル部分っていうのがね、結構分厚くて気になるかなと思ったんですけど、見た感じね、全然気にならないですね。詳細見ていくと、まず左側面には何もついてません。で、右側面には Apple Pencil がつくところがあって、プラマイヤマ1200万画素の広角カメラ、そしてここにね LED のフラッシュがあります。フラッシュがあることによってこうやってねこうやってカメラで書類スキャンやるときもかなり綺麗に撮影することができます。あとマイクもありますね。で、表面のここにはね超広角のカメラがあります。 iPad Pro についてたセンターステージと一緒です。下に関しては Type-C 端子とスピーカーに関してはここに1個にこっちに1個っていう感じです。で、上面は Touch ID、そしてスピーカーがあって音量の上げ下げボタンです。で、この音量の上げ下げボタンすごくて、こういう状態だと右側がプラスで左側がマイナスで、こう横画面にした時は上側に来た方がプラス、下側に来た方がマイナスになるらしいです。この仕様めっちゃいいね。ということで電源つけていきます。タッチ ID を押してApple マークきたー。いいね。いやー、このサイズ最高だな。でもはい来ました。ハロー。じゃあ日本語で日本クイックスタート。はい、 iPhone 13からクイックスタートやっていきます。カメラで撮る。さあタッチ ID 設定していきましょう。タッチ ID 指を置いてください。ポンポンポン。あれ、なかなかいかないな。最後指を動かしてください。指紋の境界線をキャプチャー。来ました。追加されました。別の指紋はいいや。あれか、こうやって横画面で使うときは左手の人差し指とか、あとは右手の人差し指で、これだと親指かな。右手の親指とか登録してもいいかもしれませんね。そっか、これ Apple Watch でズームできるんだった。そういえばくるくるくる。あれ、できたできた。すごい。今何倍ズームになってるかわかんないけど、ちょっと1倍に戻せないな。そしたらはい、1倍にしました。 Apple ID 設定中。iPhone 13には新しい iPad をお楽しみくださいっていう感じで出てます。で、8月12日、1ヶ月前ぐらいにね iPad Pro のバックアップデータがあるので、そちらから復元していきます。はい、 iCloud から復元。じゃあ待っていきます。もう終わりました。早っ。はい、こんな感じ。画面ねちっちゃいね。でもこれめっちゃ詰まってる感じ。 iPhone に iPadOS 入れましたみたいな感じですね。でもね、サイズ感めっちゃちょうどいい感じだね。じゃあちょっとね復元待っていきます。はい、ちょっとベンチマーク取るために今一旦 iPhone 12 Pro にしました。12 Pro だとね、やっぱりフリッカー出てるので、多分13シリーズなんか変わってるんだと思います。はい、そうしたらベンチマーク測っていきましょう。13、13 Pro、iPad mini 6になります。
iPad mini 6に関してはね、チップはね、全部一緒なんですけども、クロックがね、下げられてるっていう噂ですね。書いてないな。そしたらまあ、測っていきましょうか。せーの、はい。はい、結果出ました。相変わらずね、なんか13 Pro は13より低くなる感じですね。で iPhone 13が78万6000、iPhone 13 Pro が74万、iPad mini 6が78万ということで iPhone 13とね、ほぼほぼ同じスペックですね。GPU に関しては iPad mini 6の方が高い。メモリがね、ちょっと低い感じですね。メモリ何ギガなんだろう。ちょっとギークベンチで見てみましょう。はい、続いてギークベンチ。こちらでね、メモリの容量が出るはず。出た !iPad mini 6のメモリは4ギガになります。13、4ギガ、13 Pro 6ギガ、mini 6、4ギガです。クロックに関しては、やっぱりね、ちょっとダウンクロックされてますね。1割ぐらい。3.23、2.93。2.93 は A14 と一緒なので、A14 と CPU スペックは一緒かもしれないですね。そうしたら全部回していきましょう。せーの。結果出ました。一応 A14 チップの 12mm も入れてみました。こうやってみると CPU スコアに関してはクロック下げられてるんですけども13とほぼほぼ一緒ですね。ただシングルはちょっと低いのか。でもなかなかいい感じですね。ほぼ iPhone 13と一緒って感じ。そしたら次は GPU やっていきましょう。おー！これはすごいな。これグラフィックスコアなんですけども、グラフィックスコアは12ミニ9300、13が10700、13 Pro が14400、ミニ6に関しては13600。13と13 Pro の間で13 Pro よりっていう感じですね。で、価格もね、13とかよりもかなり安めなので、これはね、かなりコスパいいんじゃないかなと思います。いいね。はい、そしたら最後はマシンラーニングやっていきましょう。全部 Core ML で。ほい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 。13よりもちょっと落ちてる感じですね。12と13の間っていう感じです。ただこのスコアがね、どんな感じで意味あるのかはちょっとわかんないです。そしたらね、カメラ変えます。そしたら Apple Pencil でね、書いたりするのにちょうどいいのか見ていきましょう。Apple Store で、GoodNote。よし。1じゃない。消すのどうやんだこれ。すげえ！今ね、メモ取れるか検証するために GoodNote っていうアプリ取ろうとしたんですけども、Apple Pencil を使って入力っていうのもできるようになりました。GoodNote。はい。結構ね、精度もいいし、天気予報。いける。めっちゃ汚くてもいける。で、しかもこれ天気予報の予報、なんか、違う、これじゃないってなったら、これをね、こう塗りつぶせば、こうやって消してくれる。しかも、これをこうやって長押しでこうやると、コピーできる。すごいこれ。めっちゃ便利じゃん。で、ダブルタップで選択、全選択もできるのか。ちょっと消して、ノート5。あれ？これ有料アプリか。そしたら資料を見ながらメモとかできるのかっていうのを見ていきましょう。こうやって動画とか見ながら、字汚いのは許してください。ノート取る場合はこうやってズームして書くって感じかもな。iPhone。なんかちょっとラグある感じするな。やっぱね、こうそのまま書き続けられるっていう感じじゃないかも。こんぐらい開いても、20文字ぐらいかな、横幅。しかもなんかGoodNoteめっちゃラグある。すごい違和感。15文字ぐらいかな。で、15文字書いたら縦に移動しちゃうか、こうやって指で移動して書くから、これはちょっと書きづらいかもな。全画面でやるなら、ギリいけるかなって感じ。でもこれ iPad の横にこう手が出ちゃうと書きづらいから、この状態で書きたいよね、ここに手乗せて。そうなるともう書ける幅がね、ここしかないから、なんかペンシル使うのはちょっとやりづらいかもしんないな。ここだとね、ちょっと高さが、こう指が当たったりして使いづらい感じはあるな。絵を描くとかだったら全然大丈夫だとは思うけど。で、あとラグはどうだろう。結構ね、使ってる感じ、ラグ感じるね。メモアプリでやってみます。メモアプリだと、でもちょっとあるかな。でも GoodNote よりは少ない気がする。だからアプリにもよるのかもな。なんかね、こう早く書くとラグを感じる。ちょっとね、書きづらさはあるかな。やっぱ最高のペンシル体験っていうんであれば 120Hz の iPad Pro 買った方が快適なのかな。ペンシルどうだろうな。なんかこういう操作とかに使うんだったらいいけど、
こうめっちゃ書き込むとかは今回の iPad mini 6は向いてない気がします。初めて Apple Pencil で iPad で書こうって思ってる人に関しては iPad mini 6はちょっと使いづらいかもしれないです。はい、こちらが iPad mini 6のインカメラで動画を撮った感じになります。1080p の60コマまで対応してます。これだとね、ちょっと画質悪いかなと思います。これ今の状態は超広角カメラの中の今までのね、iPad とかの画角を切り取ってる感じになります。ここからね、さらに超広角に設定することできるので、ちょっとね、超広角にしていきたいと思います。はい、こちらが超広角フルに使った映像になります。カメラまでの距離っていうのはまあ、手を伸ばせば届くぐらいの距離になってます。それでね、これだけ画角が稼げるので、かなりね、動画とかも撮りやすいと思います。特にズームとかを使うんであれば、さっきのね、画角分、自分の周りをクロップしてくれるので、例えばね、この辺に移動してても、ここの部分だけをクロップして、そのズームのアプリとかに入れてくれるので、こう、ホワイトボードになんか書くとか、そういう時も、こうやってね、自分の近くを切り取ってくれるので、まあ、かなりね、ミーティングとか向けになってるのかなと思います。そしたらアウトカメラも進化してるので、次アウトカメラ見ていきたいと思います。はい、こちらがアウトカメラの映像になります。手ブレ補正はついてないですね。今かなりね、腕を動かさない状態で撮ってます。結構揺れますね。で、この状態でね、書類スキャンとかしてもいいんですけども、今回ね、フラッシュが搭載されたので、そのフラッシュを使ってどのくらい変わるのかっていうのを見ていきたいと思います。じゃあフラッシュオンにします。ちなみにフラッシュオンは一回録画停止しないと変えられないです。はい、これがフラッシュオンの状態です。ちょっとフリッカー出てるな。ただ写真でスキャンするんであればこのフリッカー気にならないので、さっきのと比べてもね、かなり色がくっきりして書類のね、スキャンっていうのがやりやすくなるんじゃないかなと思います。近づけば近づくほどね、フラッシュもね、かなり近くなって見やすくなるのかなと思います。この状態でね、もう一回フラッシュ切ってみます。はい、フラッシュ切るとこんな感じ。見やすさね、全然違いますね。ということでいかがでしたでしょうか。こちらの iPad mini 6。個人的にね、ちょっと心配してたポイントなんですけども、このね、スピーカーっていうのが下に1個、上に1個なので、横画面にした時はいいんですけども、縦画面にした時にね、音がどっちかにずれてるかなって思ったんですけども、割とその辺問題ありませんでした。ちょっと左に寄ってるかなっていう感じはするんですけども、画面が小さいせいでね、全然気になりませんでした。iPad Air 4に関してはね、画面がでかいので、ちょっと気になったっていう感じですね。スプリットビューで使ったとしても意外とね幅があったりするので、かなり使いやすいかなと思います。ただこちらのペンシルを使ってねなんか見ながらノート取りたいっていう場合はちょっときついかもしれないですね。なのでペンシル目的だとちょっと iPad mini 6は失敗するかも。ただペンシル目的じゃなければコンパクトで軽いし、ベゼルレスでかなり大画面になってるので、動画見たり iPad のアプリ使いたいとか、そういった方にはかなりね、いい端末になってるかなと思います。あと超広角もついてるので、ミーティングとかも OK だし。まとめると Apple Pencil を使う用途以外の人は誰にでもおすすめできるみたいな感じの iPad になってます。他にも今使ってる iPhone 13 Pro だったり iPhone 13とかレビュー動画上げてますので、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。以上、バイ。